もしあなたの一度の過ちを世間が死ぬまで許してくれなかったら、2022年5月18日、韓国ソウルカンナム区。朝8時頃、街中に大きな衝突音が響きました。路肩の変圧器へ突っ込んだ黒い SUV。 警察が駆けつけると運転手の女性が姿を現しますが、彼女はまともに立っているのもやっとの状態。女性が飲酒運転をしていたことは火を見るより明らかでした。この事故によって変圧器が壊れ、周辺の店舗や住宅など約57カ所で停電が発生。女性には日本円換算で1億円以上の賠償金が課され、さらに仕事まで失い、たちまち生活苦に追い込まれてしまいます。そしてどれだけ謝罪をしてもバイトを掛け持ちしながら賠償金支払いに奮闘しても、世間は彼女を批判し続けました。その女性が国民的女優だったばかりに。おさすけちゃんです。いや、みやみこです。というわけで、エメゴさん、ワールドカップの決勝見ました？見ました。ちょっとだけ。はい、ちょっとだけか。ちょっとだけ。でも冷静に考えると、メッシが今でも現役っていうのがおかしいと思うよ。いや、ほんとそうだよね。だって観客席にさ、メッシと一緒に戦ってたレジェンドたちがさ、もう引退しているのよ。なのにメッシ現役で神として君臨してるみたいな、もうあれがおかしな状況だったよね。クリロナもそうですけど、メッシも含めて次は出ないのかなって。でもこれ毎回やっててまたワンチャン出てるのかもしれないですけど、はい、というわけでね、ちょっとそういうスポーツからね、勇気ってもらえるじゃないですか。僕らも日々ね、新しいスタジオだったりとか、新しい挑戦とかね、やっていければなと思いますので、皆さん引き続きね、応援よろしくお願いいたします。今回はね、ある交通事故をきっかけにどん底に転落してしまった韓国のある国民的女優をご紹介します。事故の後叩かれ続けた彼女は最終的に自ら死を選んでしまうんです。そうやって不祥事をちょっと起こした時にバッシングされるのはね、まあ日本でもあることじゃない、死ぬまでっていうのは一体どんなバッシングを受けたのよ。彼女のね、事故後の振る舞いに、叩かれ続けるだけのね、言動って本当にあったのかっていうことに関して、ある記者がね、気になる発言をするんです。過ちと転落。2025年2月16日、韓国ソウル特別市。一人の女性が自宅で亡くなっているところを発見されました。女性の名はキム・セロン。わずか24歳にして亡くなってしまった彼女は、韓国では知らない人がいないほどの女優でした。9歳の頃に映画「冬の小鳥」で主演デビューを飾り、韓国人女優としては最年少でカンヌ国際映画祭に出場。さらに翌年に出演した映画「女子」が観客動員数628万人を記録する大ヒットとなり、セロンは国民的子役としての地位を不動のものにします。このようにセロンは幼くして芸能界の第一線まで上り詰めた女優。しかし晩年はその栄光は見る影もありませんでした。彼女が亡くなる少し前にその姿を目撃したある記者はこう語ります。新サドンのカフェで働いているのを見たんですが、お客に対してすごく親切だったのが印象的でした。セロンのバイト姿を見た記者はこの時店に一通のメモを残したといいます。誤解していて申し訳なかった。いつかまた映画のインタビューをさせてください。店主曰く、セロンはそのメモを受け取った後、屋上に上がって長い間号泣していたといいます。店主から見ても非常に明るく真面目な店員だったというセロン。気になるのは、彼女がメガネをかけて変装し、周囲に正体を悟られないようにしてまでカフェでバイトをしていたということ。なぜ一度は国民的女優だった女性がその店で細々と働いていたのか。記者が語った誤解していて申し訳なかったという言葉は何を意味しているのか。事の発端は彼女が3年前に起こしたある事故にあったのです。時は遡り2022年5月18日の朝8時頃、ソウルカンナム区の街中に激しい衝突音が響きました。ガードレールや街路樹に何度となくぶつかりながら走行を続けた黒い SUV は最終的に路肩に設置された変圧器を破壊。変圧器に衝突した後も停車することなくその場を去ろうとしていましたが、駆けつけた警察に呼び止められます。車を運転していたのはそう、セロンでした。ダメだ、これは相当酔っ払ってるな。警察に話しかけられた彼女は言葉もたどたどしく、まともに立っていられないほどの泥酔状態。後の検査でセロンのこの時の血中アルコール濃度は 0.2% 以上と判明しており、これは免許取り消しの基準の 0.08% を大きく上回っていました。車内には同乗者が一人おり、その人物もひどく酔っ払っていたといいます。飲酒運転をしてしまった理由は詳しく語られていませんが、セロンはこの時ちょうどキャリアの転換点にあり、そのことが関係していたとも考えられます。彼女は子役として名を馳せましたが、成人してからはかつてのように称賛されたり賞を受けたりする機会は減っていました。もう自分のピークは
終わったのではないか。でも自分は売れっ子でいなければならない。そうした不安が世論を追い詰めていた時期だったと推測されるのです。飲酒運転は絶対にダメなんだけど、有名な女優さんが日頃どんなプレッシャー感じてるかってちょっと私たちにはね、伺い知ることができない部分よね。子供時代からね、ずっと注目されてたんで、人気で当たり前みたいな脅迫観念はあったのかもしれません。そして事故の後、彼女に対する世間の声、かなり厳しいものだったんです。事故の翌日、世論はインスタに直筆の謝罪文を投稿。間違った判断と行動により周辺の商店、市民の方々、復旧作業に当たった方々などあまりにも多くの方々に被害を与えました。慎重に責任を持って行動すべきだったと反省しています。その投稿に対するネットユーザーたちの反応はこうでした。二度と芸能界に戻ってくるな。飲酒運転は間違いじゃない。犯罪だ。昔は純粋な女の子だったのに、今は迷惑な泥酔運転者かよ。批判が相次ぐのは当然のこと。事故によるイメージダウンで世論は出演予定だったドラマも全て降板。彼女は変圧器の故障によって停電の被害を受けた周辺店舗や住宅57カ所に自ら出向いて謝罪し、補償の手続きを進めていきました。作品や広告の違約金などが重なり、最終的な賠償額は約11億ウォン。日本円換算で1億2000万円相当に。そして世論は有名な女優ではありましたが、収入のほとんどは家族の生活費や事業資金に充てており、手元にはお金があまり残っていませんでした。そのため彼女は所属事務所のゴールドメダリストから7億ウォンを借金。同年12月には道路交通法違反で在宅起訴となり、事務所とも契約終了となったのです。1億円以上の借金っていうのはさ、たとえ有名な女優さんでも簡単には返せない額よね。事故の後ね、仕事も目に見えて減ってますし、苦しい生活をね、強いられるってことも想像できますよね。ただ彼女を死ぬまで追い詰めたものは借金ではなく世間の声だったんです。もう許してもらえない。事故以来仕事がなくなってしまった世論は賠償金支払いと生活費に追われ、カフェやレストラン、演劇学校などのバイトを掛け持ち、全てやり直すため名前をキム・アイムと改名し、復帰の機会を必死に模索していました。そして事故から11ヶ月後の2023年4月、道路交通法違反に対して2000万ウォン、日本円換算で約200万円の罰金が確定。この時世論はメディアに謝罪の意を述べると同時に、バイトをしている噂についても質問されます。バイトをしていることは事実です。非常に困難な状況にあります。彼女は一見して普通の受け答えをしているように見えますが、世間の反応は辛辣でした。キム・セロンがバイトしてるカフェは友人の店なんだが、そんな従業員はいないって言ってたぞ。働いてる写真を見たが、飲食店なのに帽子もかぶってない。バイトは演技で生活が苦しいふりをしてるだけだろ。その他大物弁護士を雇っている、昔は高級車に乗っていたなどの理由から、セロンがお金に困ってバイトをしていることは嘘だと断じられてしまうのです。彼女がバイトをしている姿を揶揄して生活苦コスプレなどという別称まで生まれるほどでした。そりゃさ、女優の仕事なくなってるんだったらバイトくらいはさせてよね。それを何、同情を引こうとしてるだなんて言われたら何すりゃいいのよ。彼らは一度ね、世論を悪者だと決めつけてしまったがために、彼女がいくら頑張っててもそれを認められないという心理状態に陥っていたんです。この心理状態はシャーデンフロイデというんです。というわけで本日のメトラキーワード、シャーデンフロイデについて。シャーデンフロイデとは、他人の失敗や転落に快感を覚える感情のこと。人は誰かの不幸を前にした時、通常は共感や同情を覚えますが、その人に落ち度があった場合はそれらの感情が弱まり、その不幸を罰だと感じやすくなります。すると次はその人に罰が与えられることに当然の報いだという満足感を抱くように。一度この当然の報いという感情が生まれてしまうと、もう十分に苦しんでいる、立ち直ろうとしているなどの共感は生まれにくくなります。世論が生活苦を訴えても多くの人が認めようとしなかったのは、彼女への共感の感情が薄れてしまっていたからなのでしょう。またシャーデンフロイデは、成功者が転落した際に相手が自分より下に落ちたと感じる安心感とも関係しているとされます。この点も過去には国民的女優だったセロンに当てはまっていたと考えられるのです。裁判が終わった後もセロンへの批判は収束するどころか余計に勢いを増していきました。2023年11月には芸能ジャーナリスト出身の YouTuber イ・ジンホなどが自粛期間中なのに酒を飲んでいた、反省の態度が見られないなどと動画内で指摘。バイトをしているという話を検証するためメディアがバイト先を特定しようとしたり、日常の些細な行動を贅沢だと報じたりする流れも続きました。さらにバイト中の写真が出回ると、飲酒運転者が働いていると店側に苦情が殺到。セロンは生活苦にもかかわらず何度となく店を解雇されてしまったといいます。2023
2024年には一度舞台への復帰を試みますが、世間はまだ彼女を許そうとしませんでした。批判が相次いだ結果、セロンは表向きは健康上の理由としながら舞台を降板するのです。メディアはセロンの飲酒運転をいつまでも持ち出し、飲酒運転のキム・セロン反省なき近況公開などと過激な見出しで彼女を攻撃。そうした記事が発表されるたび、 SNS 上のセロンへの怒りの声は何度もぶり返しました。もはや何をしても批判されるその状況、これ以上どうすればいいのかわからない。セロンは知人に対してそうやって絶望感を口にしていたといいます。そしてここに来てセロンは世間のさらなる反感を買う行動を自ら起こしてしまうのです。それはかつて同じ事務所だったトップスターキム・スヒョン主演のドラマ涙の女王が人気を集めていた時期のこと。セロンはスヒョンにとって大事なその時期に SNS に彼と顔を密着させた写真を投稿したのです。彼女はわずか3分ほどでその投稿を削除しましたが、世間が見逃すはずはありませんでした。投稿の後すぐにセロンとスヒョンの熱愛疑惑が浮上。事務所側が写真は過去にセロンが事務所にいた頃のもので交際関係はないと否定したことで、また彼女への批判が過熱するのです。ドラマの人気に便乗しようとしてやがる。有名人の足を引っ張るなよ。自粛中なのにおとなしくできないのか。セロンはこの件でメディアの追及を受けますが、最終的には詳しい説明を拒否。完全に口を閉ざしてしまったため、なぜ彼女がスヒョンとの写真を SNS に上げたのか真意は定かではありません。ひょっとすると長く不遇な時間を過ごしたことでトップスターのスヒョンと肩を並べていた時代の記憶にすがりたくなったのかもしれません。こんなこと言っていいか分かんないけどさ、同じ事務所だからって言って顔くっつけて撮るだなんてさ、そんなことありえんの？もうほぼ恋人同士みたいな撮り方じゃない？これちょっと違和感ありますよね。実はこのキム・スヒョンとの関係をめぐってこの後もう一波乱あるんです。止まらない誹謗中傷を前にセロンはいつしか SNS のコメント機能をオフに、やがて SNS 上から完全に姿を消してしまいます。迎えた2025年2月16日、セロンは自宅で亡くなっているところを発見されますが、実は飲酒運転を発端とした彼女の騒動はその死後まで続いていくのです。禁断の関係。セロンが亡くなってから1ヶ月後の2025年3月10日、YouTuber のカロセロ研究所が物議を醸すタイトルの動画を公開した。そのタイトルは、キム・セロンの死を招いたキム・スヒョン。最初の話題はセロンを批判し続けていた芸能リポーター出身の YouTuber イ・ジンホについてだったが、代表のキム・セイはある時点で本題へ話を切り替えた。さて、実は私も当時は知らなかったんですが、遺族の方々と電話で話した結果、キム・セロンさんがキム・スヒョンの誕生日に亡くなったことに理由があることが分かりました。そう、何の巡り合わせか、セロンが亡くなった2月16日はもともと同じ事務所にいたスヒョンの誕生日だった。そしてスヒョンの話題を始めると、キム・セイはスライドに2枚の写真を写した。1枚はセロンが SNS に投稿してすぐに削除したスヒョンと顔を密着させている写真。そしてもう1枚は子役時代の彼女の肩をスヒョンが抱いている写真だった。信じられますか？この写真を撮ったのは彼女がまだ中学生の頃。キム・セロンさんが15歳の頃からスヒョンは彼女と交際していたんです。自分が27歳にもかかわらず。キム・セイはそこからスヒョンのことをペドフィリアなどと呼んで罵倒。さらに亡くなったセロンが彼の事務所から7億ウォンの借金をしていたことを引き合いに出し、事務所が圧力をかけたから彼女が亡くなったのだと主張しました。セロンが SNS にスヒョンとの交際中の写真を載せたことも、彼の誕生日に死を選んだことも、彼に追い詰められたというメッセージなのだとキム・セイは断じたのです。この2週間後、キム・セイはさらに生前のセロンとスヒョンのメッセージのやり取りを公開。そこにはスヒョンが送った次のようなメッセージが含まれていました。会いたい。いつ一緒に寝られる。スヒョンはこれに対してすぐに記者会見を開きました。そして実際には2020年頃に交際していた時期はあったものの、彼女が未成年の頃の話ではないこと、借金について圧力をかけた事実もないことを話したのです。セロンが SNS に自分との写真を上げた際に交際を否定したのは、ドラマが人気を集めている時期にあり、制作陣に迷惑をかけないためだったとも。ただ騒動はこの記者会見の後も終わりませんでした。記者会見後、カロセロ研究所はまたしても新たな証拠を提示。それは亡くなったセロンの生前の証言を記録した音声ファイルでした。スヒョン兄さんと付き合っていました。中学生の時から付き合い始めて、大学に行ってから別れました。さらにはこの録音ファイルを持っていた情報提供者にスヒョンが暴漢を送り込み殺害しようとしたなどという話まで。ただここまでご覧の視聴者の皆さんには何か話が不自然だと感じておられる方も多いのではない
ないでしょうか。不自然なのも当然です。カロセロ研究所が証拠として提示したメッセージ画面やセロン本人とされる音声記録は全て AI で捏造されたものだから。亡くなった人のスキャンダルを AI ででっち上げるとかも悪用しすぎやばすぎる。それは普通に有名な YouTuber がねこれをやってるっていうのが本当に恐ろしすぎますよね。ひどい。2026年5月、警察はカロセロ研究所が提示した証拠を全て捏造、操作されたものだと断定。キム・スヒョンとセロンの未成年時の交際疑惑は虚偽だと結論付けられました。セロンが SNS にスヒョンとの写真を上げたことや、スヒョンの誕生日に亡くなったことに何か意味があったのかは今も分かっていません。ただの偶然かもしれないそれらの事実をキム・セイは YouTube で注目を浴びるための絶好の材料だと考えたのでしょう。2026年6月、彼は名誉毀損などの罪で起訴され、裁判が待たれている状況です。セロンがそうだったように、一度世間がこの人は罰を受けて当然だと思い込んでしまえば、その人がどれほど苦しんで反省してもその姿は見えにくくなります。そして世間がこぞって攻撃している人間なら許されるとでも言うかのように、セロンの死後にはその死を利用しようとする人間まで現れました。当然の報いと決めつけられた人は一体どこまで苦しめば十分なのか。立ち直ろうとする姿を認めることは本当にそれほど難しいことなのでしょうか。オンソンスケンちゃんです。にゃーみやみこです。最近視聴者さんからね YouTube と別でやってる秘密結社アルゴメトリーっていうねちょっとオンラインサロンがあるんですけど、そこでどんなことをやってんのかってね結構コメント来るんですよ。でねこう入会してみたいけど、中身がわからないのでね、お金払うのどうなんだってコメントもこういただくわけですよ。そんなわけでね7月末までの限定で無料入会キャンペーンをね1ヶ月やってたんですけど、この度ですね7月にもうかなりの人が入会してくださって、めっちゃ好評だったんで、このキャンペーン延長してほしいって声もねかなり多くいただき、なんとね夏休み特別キャンペーンとしてね8月末までね伸ばします。ただもうこれ以上は伸ばしません。というわけで8月末までにね入会してくださった方はなんと1週間もね無料で全部の動画見れます。おー、無料だったらねそのまんま続けるかどうか判断がしやすいわよね。というわけでこの秘密結社アルゴメトリーでは YouTube のねアルゴメトリーでは公開が難しいとされる120本以上もの限定動画が公開されています。そして今後もその本数は増え続けます。そしてこのオンラインサロン内でのメンバー同士の交流っていうのもねこのサロンのね醍醐味かなと思います。本当視聴者の方からもっと早く入ればよかったなとか、このオンラインサロン限定のね動画だけでも十分価値があっただったりとかね、メンバー同士のね交流がね本当に生きがいですっていうねそういったコメントもね多数ねいただきます。通常はね月額がかかってしまうんですけど、今ならね8月末までね入会してくだされば1週間はね無料で見られるんで、4月が好評だったから8月までねこう延長したっていうねほんと限定の企画なんで、もうこれ過ぎたらねもう9月になった時点でもう延長はしませんので、この動画見てくださってる方はね本当に無料なのでぜひね一度ね概要欄とか固定コメントの方からね秘密結社アルゴメトリー見ていただければと思います。あなたは何をしてでもいいからとにかく注目されたいと考えたことはありますか。2024年10月、イギリス・ロンドン。インタビューに応じるこの女性はボニー・ブルー26歳。イギリス出身の成人向けコンテンツクリエイターです。彼女は過激な配信を次々と行い、その度に物議を醸しながら活動開始からわずか2年で世界的な有名人となりました。複数の SNS で何度もアカウント停止やコンテンツ削除の措置を受けつつも、炎上するたびに知名度が上がる女性とまで呼ばれるようになったボニー。しかしあまりに過激な活動の代償は3カ国からの入国拒否だったのです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。